おはようございます。先生猫男です。函館2日目になりました。めちゃ寝不足です。理由はお察しください。それでは2日目行っていきたいと思います。自転車を借りてその目的地に行こうとしたんですけど、どうやらまだ貸し出しが開始してないようで借りれませんでした。いやすごい路上に座り込んでた。知り合いの方におすすめされてきたのはこのマイド屋さん。まだ開いてなさそう。誰もいないです。なんかすぐスープがなくなったりとかいう噂を聞いてたんですけど、全然余裕そう。はい、毎度さんでラーメン食べてきました。めっちゃ塩ラーメン美味しかったです。普段全然そういう塩ラーメンとか選ばないんですけども、一押しっていうことで頼んだらめっちゃ美味しかったです。なんか普通の塩よりもちょっと濃厚な感じで、普段豚骨とかよく食べる方なんですけど、なんかそっち寄りにてか醤油の方に寄ってる感じなので、めっちゃ美味しかったです。あとね、店員さんがみんな優しいので、なんか素敵だなと思いました。はい、もう満足。髪の毛はぐちゃぐちゃですが、道路向こう側に足湯がありますね。ここ湯の川温泉なんで、多分温泉引けるんじゃない。ここまでちょっと人が多いし脱ぐのめんどくさいので私はやめときます。ちょうど路面電車のところにこんなのありました。結構いろいろ行けるんだな、これ見てると。へえ、別にバスいらんかったかな。五稜郭前のラッキービールめっちゃ並んでる。こう見るとでかいね。じゃあ早速入っていきます。これもらえました。1日券見せるともらえるみたいです。エレベーター待ち。五稜郭は日本では珍しいヨーロッパスタイルの城郭として北海道で唯一の特別史跡に指定されております。最上階展望2階には函館や五稜郭の歴史展示スペースもございますので、どうぞごゆっくりご覧くださいませ。まもなく最上階でございます。お帰りの際は一つ下の階、展望1階からエレベーターをご利用くださいませ。いってらっしゃいませ。ちょうど雪もないからちょっと地味だけどいいね。こんな感じ。高い建物。この景色は函館駅と函館山か。スワラハン海峡が全部見えるんだ。やっぱ桜か雪がないとあんまりあれだね、パッとしないね。よし、下っていこう。ちょうどあれか、入り口のところか。うわー、回転はいろいろ売ってるみたいだけど、ここはいろいろ売って
ってるところ、カレーパンが売ってるみたいで、ここはフリースペースでみんな自由に使えるみたい。ここのクオリティが結構高いね。ごっつい大砲の海軍のやつか。全然違う。土方氏か。かわいい。あ、この子だね。よく売ってる。じゃあちょっと五稜郭の中に散策していきたいと思います。御朱印帳忘れた。よいしょ。グリーンバイ。とりあえずぐるっと回る。やっぱりみんなタワーは登るけど、ここを歩く人は少なめですね。天気もいいし、風も今日強くないんで、すごい歩きやすいです。ただまあ残念ながら3月なんで、桜もなければ葉も落ちちゃって、よし。なんかこれ撮ったことあるな。顔はやたら金ピカだったから昔撮ったな。誰かは知らんかったけどな。目の前に見えてきましたね。ちょうど開館中なんでちょっと入っていきたいと思います。函館奉行所。そっち懐かしいね。なんか歴史の授業で習ったね。参ったな。お金かかるんだ。いやー、ここはじゃあスルーかな。今歩いてたら函館市中央図書館を発見しました。結構立派な図書館、すごいね。やっぱ雪降るから雪対策はしっかりされてて頑丈。五稜郭はこちらです。やってきたのはこちら、ちょっと知り合いの方におすすめされた箱太郎という回転寿司屋さんです。早速中に入ってお寿司食べていきたいと思います。有名なお店みたいで、どんな寿司があるか楽しみ。美味しそう。3杯。これ何だったっけ。ネギトロとカニ味噌とイクラか。おいしそう。毛貝。美味しそう。カンタロウか。カンタロウ。食べてき
きましたってことで、まず読み方間違えててカンタロウでした。めっちゃ美味しかった。なんかこんなに美味しいの食べれるんだっていうぐらい感動です。いやー、なんか変わったネタも多くてめちゃめちゃいいです。函館来た際はぜひ寄ってみてください。カンタロウです。箱太郎ではないです。看板に書いてあったじゃん。今函館駅周辺に来ました。これはどんぶり横丁市場ですね。9年前に来たことがあるんですけど、終わり間際に来たら冷凍のやつ出されてちょっとがっかりした時がありました。ああ、そうだね、こんなんだったね。どこの店か忘れちゃったんですけど、あの冷凍は衝撃的でした。なんか終わり間際に来るとそんな感じなんだなっていう。さっき食べたんで全然お腹は減ってないんですけど、こういうお得なやつもあるんですね。五目丼、これ多分お値打ちだね。ガ丼、こういうのもあるみたいです。お店は多分閉まってますね。朝市限定なんで。函館朝市広場、別でこういう建物あるんですね。やってる？閉まってるね。ただ朝限定でしょうね。明日ちょっと時間があれば見に行きたいと思います。本日のお宿はこちら、函館国際ホテルです。めっちゃくちゃでかいね。しかもなんか敷地をまた広げようとしてるのか、めっちゃ工事してる。すごいな。ちなみに一番上は天然温泉なので今日夜入りたいと思います。なんか東西本館と3つあるみたいだからどこになるか分かんないけど、早速チェックインしていきたいと思います。レッツゴー。国際ホテル、フロントもスムーズに対応していただきました。で、温泉に行く時だけタッチするみたいですね。15558、もうちょっと向こうか。私の部屋15558、はい、オープン。あれ、なんかツインになってる。予約時は17平米の部屋お任せタイプでお願いしてたんですけど、なんとツインです。やば、広。部屋からのビューはルームツアー行けます。まずベッドの方がこちらツインタイプになってます。私一人しかいないのでどっちに寝ようか迷います。で、嬉しいのはこれだね。大浴場に行く際にこれを着ていって言いそうなんですけど、上下バラバラ、これ最高です。一体型のやつは私足が出まくって寒いので、これは本当に嬉しい。共感してくれる人多分いっぱいいるはずです。で、窓際の方には椅子とテーブルがあります。作業できそうと思ったらここもあるわ。で、窓際のとこから、そして空気清浄機もあります。運転。空気清浄機じゃない、加湿空気清浄機か。加湿器かな。加湿器でした。失礼しました。加湿器です。そしてドデカテレビ。はい、こちらで作業机ありますね。昨日よりも全然広い。助かる。すごい。充電器もあります。忘れた人ここで充電できます。あと無料のお水も2本用意していただいてます。助かります。あれ、どうやって開けるのこれで。すごい。煎茶もあって、いいですね。コーヒーもあります。これ飲もう後で早速。と電気ポットで、こちらがこれ逆側なんだ。はい、冷蔵庫。いい感じの大きさです。よし。
忘れてた、ベッドの間に金庫もあります。そして入り口のところにはハンガーラックがこんな感じであります。スリッパがなぜか3つあるね。使い捨ても2つで、シューズ、これは革靴用のやつですね。これは洋服用のブラシかな。洋服用の多分ブラシ。そしてハンガー嬉しいね。2、4、6、8本ある。助かる。そしてその隣には姿見と下にゴミ箱があります。続いてバスルームはこんな感じ。広っ、びっくり。広いね。全体像こんな感じ。めっちゃ広い。そしてアメニティはこんな感じで、歯ブラシとヘアバンド、コットン綿棒、ヘアブラシがあります。で、確かフロントのところにカミソリがあったと思います。あ、書いてありますね。とドライヤーとサニタリーバッグで、お風呂のシャンプーはDHC ですね。ここも DHC 強し。でもこれはなんと顔です。ここは DHC に買った模様。いや、広いし、めっちゃ綺麗です。以上、簡単にルームツアーをお届けしました。最後に部屋からのビューはあれ、猫がやったかな。はい、何も見えないね。ちょっと寝不足なので一旦休憩して、また夕方から出たいと思います。休憩と作業が終わったので、今函館山に向かっております。今日は多分夕日が見えなさそうなので、ライトアップを期待です。バス停の十字街から徒歩10分ぐらいでロープウェイまで行けます。で、この冬季の期間はバスの運行がやってないので、ロープウェイ一択しかないです。自家用車とかタクシーとかその辺も全部禁止です。バスで往復したらこれお得って切符の1日の乗車券のやつ書いてあったんですけど、あれ注意書きで冬はやってませんって書いてほしかったかな。まんまと騙されました。あんだけ上がったっけ。目の前に見えてきたのはロープウェイ乗り場です。結構急なんでね。買いました。往復で1800円、結構するね。さあ、3階に行って乗ります。こんな風景が見れる予定。夜景になるのは6時20分なんだ。いらっしゃいませ。景色はこちらからです。本日は函館山へようこそお越しくださいました。またロープウェイをご利用いただき誠にありがとうございます。お客様へご案内です。往復の乗車券をお持ちの方は下りロープウェイにご乗車の際、山頂駅でも改札がありますので、なくさないようお気をつけください。なお、乗車中の飲食はご遠慮いただいております。それではおよそ3分間の空中パノラマ遊覧を存分にお楽しみください。 Attention all passengers. If you have a round-trip ticket, there will be another ticket gate when boarding the descending ropeway. So please be careful not to lose it. Please note that you cannot eat or drink while on board. 旅客请注意，如果您持有往返票，在乘坐下山索道时需要再次检票，请注意不要丢失，并且索道乘车中不能饮食。先っぽの方にこれに北海道って感じやね。北海道ってかすぎる。
向かいまして右側です。降りる際は段差などお足元にご注意ください。 We will soon arrive at the summit station. The exit will be on the right side as you face the direction of travel. Please be careful as it may shake when stopped. Also, please watch your step when getting off the ropeway. 我们即将到达山顶站，下车门在行进方向的右侧。停车时请小心摇晃，下车时也请留意脚下的高低差距。お待たせしました。まもなく到着です。降り口進行方向向かいまして右側です。停車時少々揺れますのでお足元をご注意ください。到着しました。今から上にいます。展望台が上なので上がってきます。お、結構いるな。至1楼索道乘車处，检票口将于出发时间前1分钟关闭。あまり変わんないか。夕日がめっちゃ綺麗。神々しい。素敵だね。もう周りは全部海で囲まれてる感じ。こっからの方が撮れるな。はい、人ばっかり。ちょっとずつライトアップしてきたね。要は6時25分に並ぶんでしょ。上り階段一番奥ですよ。上り階段一番奥です。奥までお進みください。こちらの階段が止まります。上り階段は一番奥になります。上り階段のお進みにお進みください。短い時間ではございますが、引き続き大パノラマをお楽しみください。夜景を見てきました。9年前と変わらず綺麗でした。そして9年前と変わらずカオスさは一緒でした。相変わらずもう無理やりねじ込んで入ってくる人も多かったり、変わらずでした。ある意味コロナ前の状態に戻ったと言えるでしょう。さあ今からディナー行きたいと思います。まさかの隣に長谷川もある。あれ食えるじゃん、あの串刺し。ちなみにその奥が念願のラッキーピエロ。うわ、こんな感じでやってんだ。へえ。はい、来ました。ラッキーピエロ本店行ってきます。念願のラッキーピエロ来ました。前何頼んだか覚えてないんですけど、一応このチキンバーが一番有名なやつに目玉焼きを入れてもらいました。
待ちます。到着しました。竹。こんなん書いてあったっけ。普通のポテトでちっちゃい。いただきます。バーがでっか。めっちゃでっか。でっかい。いただきます。こんな感じ。ちょっと食べかけないだけどチキンががっつり入ってる。よし。どうやらああいうアニメのやつも来たみたいだね。これは平日限定みたい。完食でカードプレゼントってそんなでかいんだ。これが名物チャイニーズチキンバーガー。これ食べてます。ラッキーピエロ9年越しに食べてきました。やっぱうまいね。美味しい。もう前食べた時もモスバーガーより安いし、なんだったらうまいっていう感じだったんですけど、今はモスバーガーよりも美味しいけど値段は一緒くらい、そんな感じです。また明日も多分違うメニュー食べに行きたいと思います。うまかった。そして終始ピントが俺に合わない。すごいよねこの並び。ラッキーピエロの隣に長谷川があんだもん。最高だね。エナジードリンク。これ名物のやつね。ただいま金森赤レンガ倉庫に来てます。合ってるかな読み方。森わあ、おしゃれ。待って、目と鼻の先にラッキーピエロがまたあるんだ。すげえな。さすが函館の店だけあってめっちゃあるね。店の数がなんとね17店舗で、先ほど行ったのがベイエリアの本店17番ですねに行きました。前も確か本店行った気がするけど、ちょっと写真が残ってないんで何とも言えないです。めっちゃある。すごいね本当に。美味しいからね、ぜひ家の近くに欲しいんですけど、札幌にも一軒あったかなかったかだからな。我らのコメダが目の前にあるじゃないか。コメダはいつの間にか全国区になりましたからね。もう愛知だけでしか食べれないなんていうのはもうないですからね。おしゃれ。そうおしゃれには撮れなさそうな。昼間の方がいいかな。でも夜も風情があって素敵です。どうしたすげえバックしてる。どうしましたかね。私が来たからですか。すごい勢いでバックされていきました。満月が綺麗だね。すごい。雲に隠れちゃった。いい感じの雰囲気です。では今から先ほど徒歩で歩いてる時に見つけたこちらビール、函館麦酒造所っていうところに行ってきます。美味しそうなので行きます。はい、飲んできました。 IPA を頼んだんですけど美味しかった。すごくいいビールでした。ちなみに全然知らなかったんですけど、
結構函館では有名ね、あれかな、北海道で有名なビールのとこだったみたいで、いやそんな有名なとこに寄れてよかったです。でお土産で1本買えたのでまた飲みたいと思います。これはまた今回の旅の後かな。なんか6本セットで買えないかと思ったら普通に売ってくれたから気になってた白すだち買いました。お風呂から上がってきました。天然温泉よかった。でもなんか人がね多い。さあじゃあまさかの名古屋からずっと一緒に旅を共にしてるプレモル、いよいよいただきます。ようやく飲みます。いただきます。うまい。今日は割となんかご飯は充実したんじゃないかなと。昨日は結局ね、立ち飲み一軒で酔いが回りすぎてダウンしたっていうのがあって、今日は逆に朝はねちょっといろいろと問題ありましたが、まずグレーのてるさんおすすめの忘れちゃったラーメン屋の前、ラーメン屋さんで、続いてお寿司屋さん、ずっと箱太郎と呼んでた何やったさっきのラッキーピエロとたまたま歩いてて見つけた名前がねおじぎブリューイングっていう名前が全然違ったあれなんですけど、ここもめっちゃ良かった。なんか隣の人が頼んでたポテトのなんちゃらも美味しそうだったなんか今日は充実してますね。いよいよ明日が最終日なんですけど、まだ食べ足りないものがたくさんあるので困ってます。